皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2023年10月15日に開催されました10thアニバーサリーツアー小樽ゴールドストーンのお給仕に帰宅してきましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。ちょっと言い訳ですが、必死で思い出しながらメモったメモ帳を誤って古いバージョンで上書きしてしまうというアクシデントがありまして、また内容に不安が残る感じなのですが、何卒ご容赦お願いします。捨て打ちラウンドの4公演に帰宅した後、東北2公演と札幌の計3公演に帰宅できませんでしたので、すでに晩明ロスに陥っていましたが、小樽はチケットが取れてましたので、なんとか平静を取り戻した感じになっています。と言いつつ、一般でゲットできたチケットでしたので、チケット番号は初の C という見たことない正番でした。C4 番ということで、多分最後尾だと思われますので、今回は後ろからメイドさんたちと会場の皆さんの盛り上がりを見ようと思いました。札幌にはもう20回以上訪れているのですが、小樽は大昔に観光で2回ほど来ただけですので、ほぼ初と言っていいかと思う新鮮さです。たださすがに今回は前日入りが必要となりますので、土曜日から札幌にホテルを取りました。土曜日の朝、大阪から札幌への移動を開始します。大阪環状線から関空快速で関空へ向かいます。関空からはピーチで新千歳空港までです。ピーチは関空第2ターミナルなので遠いのが難点なのですが、事前予約で取ったのでなんと往復で21,270円と激安でした。昼過ぎに新千歳空港に着きまして、JR の快速エアポートで札幌に向かいます。札幌には兄が長年住んでいまして、久しぶりに兄と飲んだりしてお給仕前日を楽しく過ごせました。翌日はいよいよ小樽でのお給仕ということで、昼に札幌でどうしても行きたかったガラクでスープカレーを食べてから JR 函館本線で小樽へ向かいます。小樽には13時過ぎ頃に着いて、まずは会場のゴールドストーンを確認しに行きました。しかし10月も半ばというのに札幌も小樽も真夏のような暑さでしたね。物販開始までの間、少し運河や小樽港などを見て14時半くらいに物販に並びます。5、60人くらい並んでましたね。ちなみにこの日はミサさんの誕生日ですよね。めでたいとともに何があるか楽しみと思っていたら、物販で並んでいる時にピーター・リムさんが MC の時にみんなであげようということでミサさんの誕生日うちわを配られてまして、私ももらいました。いや、こういうのいいですよね。で、ご当地 T シャツを買いつつくじを引きましたが、キーホルダー2個と、あとは全てステッカーと運を使い果たした感が出てきました。でも、レジェンド的なお名手様たちと挨拶できまして、ステッカーいただけましたので大満足です。それで、ご当地 T シャツに着替えたくなって、近くの公園みたいなところのトイレで着替えて、いよいよ入場待ちです。まあ C4 番ですので、まったりと並びます。会場の横の駐車場に並ぶ形になったのですが、C も30番ぐらいまであるようで、私の後ろに2、30人くらい並んでました。会場に入ると当然会場は満杯ですが、ここは段とかがないので、とりあえず列の最後尾のほぼ右側、明朝前くらいに位置取りました。お嬢様エリアは上手の2列くらいと珍しいパターンでしたので、その隣くらいになります。1列は25人ぐらいで、前から20列目の後ろから5列目あたりとかなり見にくいポジションでしたが、会場の盛り上がりを見れるので、これも良しとしました。定刻通り17時半に音楽が止んで SE に切り替わります。歓声と拍手の中、晩目さんたち入場です。大歓声の中、ドミネーションでスタートします。最初から全力でちゃんとと、ヘローヘロー叫びます。私の位置からはサイちゃんと小畑さんがかろうじて胸から上だけが見える感じで、あーちゃんはそもそも位置も低く、サイちゃんの向こうにいる感じになって全く見えません。ドラムの音を感じることで良しとしました。でも後ろだからか音のバランスは非常に良かったです。しかし今更ですが、ドミネーションスタートはいきなりテンションマックスになるのでいいですね。2曲目はグローリーです。サイちゃんの煽りで盛り上がります。みんながジャンプしているのがよく見えますので、こっちも思いっきりジャンプしました。私の周りは比較的隙間があったのでジャンプしやすかったです。で、次がアローンですね。ここまで聞いて、なんかこの日はいつにも増してサイちゃんの歌がすごかったように思います。アローンもちゃんとやシンガロングが確立しているので楽しいです。次がプレイです。ここでもサイちゃんの小樽声出せるかみたいな煽りでスタートです。やっぱり小畑さんとサイちゃんのシェキバでハンズアップは盛り上がります。ここまでは安定の瀬取りですので、会場も乗り方が分かっているので、もう仕上がりますね。思いっきり叫んで手を挙げてたら、
なんかさえちゃんがこちらにサムズアップしてくれたように思いました。それで次がアンリッシュです。最近の構成ですね。全力でだんだんディディだんだん叫びましたが、絶対うまく言えてなかった自信があります。10月半ばの北海道なのに、もうこの時点で汗だくです。それで1回目の MC です。小鳩さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりました。初めての小樽っぽーと、なぜかくるっぽーで始まります。いつもの暑いっぽねみたいな問いかけに、会場からのレスがあったのか、小鳩さんが勝手にいたのかわからないのですが、暑くないの寒いみたいなやり取りがあって、圧縮とかの気遣いをしてくれました。このあたりの気遣いはなんか嬉しいですね。で、約束通りミサさん誕生日祝いのうちわをあげるのですが、小鳩さんから後でねみたいに言われて、一旦引っ込めます。で、最高の夜にする準備ができてますかっぽ。素敵な夜にしましょうっぽ。で、ようこそバンドメイドの 9GA で次セクションに入ります。MC 明けはシャンブルズです。札幌と同じ構成ですね。もうすっかり定番曲になってます。ギターソロ前のあーちゃんのクイーンの We Will Rock You みたいなドンドンドンってバスドラ鳴らすやつめっちゃ好きですね。それで次がなんと久しぶりのマナーズです。ちょっと集中してみんなの演奏と歌聞きましたが、やっぱり全部いいですね。小鳩さんのコーラスもシャウトもいいですし、サイちゃんのボーカルも当然ですが、リズム隊とミンチョのリフが重厚で聴き入りました。次は Choose Me です。やっぱりこの曲はステージと会場が一体になりますし、私も思いっきり体を動かして声出しましたが、サイちゃんの I choose you のところで目の上に手をかざしてこっちを探す感じで指さしてくれました。それで曲終わりでこれまで通りサイちゃんがはけて小鳩曲となりますが、なんとこれも久しぶりとなるさよなきどりです。なんかすごく嬉しかったですね。小鳩曲は全部大好きな私ですが、私は新宿も長野もチケット取れませんでしたので、大阪ビッグキャット以来のさよなきどりでした。最後の高音マックスのところは小鳩さんちゃんと声出てましたので、拍手と大歓声でした。まあ出てなくても同じ反応だと思いますけどね。ちなみにサイちゃんがいない状態でしたので、この日初めてあーちゃんの顔がなんとか見える感じになりました。で、From Now On かと思いきや、これもなんとオンセットです。始まった途端会場大歓声です。これは東京ガーデンシアター以来ですね。この曲は4人全員主役な感じで大好きです。これはなかなか貴重な体験できたと思いました。で、2回目の MC です。サイちゃんの盛り上がってる顔たるでスタートです。サイちゃんがみんな興奮してるね、さよなきどりも久しぶりだし、みたいなことを言って、上まで歓声が聞こえたと言ってました。小鳩さんもイヤモニで耳塞いでるのにめちゃくちゃ大歓声だったと言ってましたね。ということで、サイちゃんが会場を褒めてくれてました。それで小鳩さんが昨日の札幌みたいなことを言いかけて、サイちゃんから札幌はおとついだろって突っ込まれるのですが、小鳩さんは昨日のような出来事だったとごまかしてました。で、小鳩さんが瀬戸りの話をって言いかけると、サイちゃんから瀬戸りはまだだろってこれまた突っ込まれたのですが、小鳩さんは言いたいので、さよなきどりとオンセットとマナーズを久しぶりにやったというのですが、またサイちゃんからマナーズはそれほどでもないんじゃないとか言われてしまいます。確かにマナーズは金沢でやってますね。それで小鳩さんが今度は本当に昨日の話ということで、小樽でオフだったことを話してくれます。なんでも小鳩さんは小樽が初めてみたいで、いろいろ観光したそうなのですが、小鳩さんが行きたかったミッフィーおやつ堂とかいうところに行ったらしいのですが、みんながついてきてくれて嬉しかったと言ってました。サイちゃんとミンチョが言うには、小鳩は一人で楽しみたいだろうから、今まで一緒に行くのを遠慮してたらしいです。すると小鳩さんが違う子みんな興味ないかなと思ってって言ったら、すかさずサイちゃんが興味はないって言ったのが受けました。で、小鳩さんがせっかくのオフの日に付き合わすのを申し訳なかったからみたいなことを言うのですが、サイちゃんがもう10年も経つのに今更そんな遠慮されてもねみたいなことを言ったら、小鳩さんが10年目にしてやっとみんなと一緒に行けたみたいな感じで嬉しがってました。確かに小鳩さんってこれまで海外とかでも単独行動するって言ってたので、メンバーがそう思っても確かにって感じがします。それでそのお菓子の話になって、サイちゃんがゼリーに砂糖をまぶしてあるみたいなやつなんて言うんだっけみたいな感じで会場に聞いたら、多分お嬢様エリアからだったと思うのですが、琥珀糖って声が上がって、それそれみたいになってました。琥珀糖って知らなかったです。あとウニとか海鮮丼とか食べたという話してるときに、会場からシャコはって声が上がって、サイちゃんが
シャコは昨日食べれなかったけど、今日の本番前に食べれたって言って会場大拍手です。で、なぜかサイちゃんがみんなありがとうって言ってくれてました。で、小樽のシャコは大きくて普通と味も違うって言ってましたね。まあ食べられてよかったですね。あと生牡蠣も食べたと言ってましたが、ちょっと危ないのではと思ってしまいました。で、あーちゃんはメロン食べたとか言ってたのですが、ミサちゃんはって聞かれて、抹茶アイスって答えて会場から笑いが起きます。全然小樽関係ないですもんね。で、サイちゃんがまだ話続くよみたいに言って、夜の話になります。夜ご飯を食べに行った時に何か光るものが見えたとのこと。そこでなんか民女が急に思い出したみたいに話し出す感じになるのですが、思い出したと言っただけで後ろに下がってしまいます。なんでも、小樽の廃線跡でトロッコを走らせるイベントがあったとのことでした。で、あーちゃん、民女の2人と他3人に分かれて2台のトロッコに乗って遊んだらしいです。動画も撮ったらしいのでどこかで上がるかもです。で、サイちゃんはパフパフって鳴らすクラクションみたいなものを鳴らしながら前のトロッコを煽ってたらしいのですが、その時の家族連れかカップルの人に5人組のアイドルですかって言われたらしく、ミンチョは嬉しがってました。サイちゃんもアイドルならそれでもいいかみたいなこと言ってましたね。確かにこの5人がキャーキャー言って遊んでたらアイドルっぽくもありますよね。それでその後はレンガ横丁でラーメンとかいろいろ食べて札幌クラシックも飲んだらしいです。オフを楽しめたようでよかったですよね。ちなみにこれはミサさんの誕生日の前夜祭だったとのことで、ここでやっとミサさんの誕生日の話となってうちわをあげる感じになりました。それでミサさんがお立ち台に立って次の1年の抱負を聞かれるのですが、ミサさんらしくたどたどしい感じで、体を壊さずに変わらず楽しくメンバーと過ごしたいですみたいなことを言ってました。まあ確かに本音でしょうね。それでミサさんの誕生日って大体お給仕とか海外遠征時なので、いつもみんなに祝ってもらえてるって感謝してました。ここでなぜかアナハイムの時のメガネを小畑さん以外のメンバーがかけていて、さらにミサさんがそのメガネを上げて髪の毛を上げるポーズと、その後メガネが落ちて元に戻るというギャグ的な新しいミサを見せてくれました。で、やっとサイちゃんのご当地 T シャツの話になります。で、会場から石畳とか青い洞窟とかシマエナガとか声が上がるのですが、全部正解だよとのことで、小樽はおしゃれな色にしたらしいです。なので何言っても正解ということで、会場から車庫とか港とか声が上がります。車庫は高得点らしいです。で、ミサさんの声がまた小さくなったとのことで、何が原因で大きくなったり小さくなるのってサイちゃんが聞いたら、心ってミサさんが答えたので、今は心が小さいのみたいになったのですが、今が通常で前回がレアだったとのことでした。で、後半戦に行こうということで、無茶ぶりでミサさんにやらそうとするのですが、ミサさんはベースで後半戦って感じの音で表現します。で、ミサさんがベースで後半戦みたいに弾いて、すかさず小畑さんとさえちゃんがいけますかって叫んで次セクションに入ります。この時の小畑さんとさえちゃんはめちゃ可愛かったですね。それでSo Whatです。札幌でやったと聞いて期待していたのですが、期待通りやってくれました。私はお給仕で聞くのは初めてなので大満足です。サビ前のブレイクとギターソロ後のサビの変化が大好物です。続けて HGK です。これも東京ガーデンシアター以来です。この曲も大好きな曲なので、もうここまででも私的には大満足です。ミンチョのギターは当然なのですが、小畑さんの歌詞とそれを歌うサイちゃんも、ミサさんのベースラインも、あーちゃんの激しいドラムも全部大好きですね。で、次がメモラブルです。この HGK からメモラブルってバンドメイドの幅広さを実感できます。しかしやっぱりこの日のサイちゃんは絶好調だったと思います。次がアネモネです。何度も言ってると思いますが、後半の盛り上がりがめちゃくちゃいいんですよね。この曲作れるのってすごいと思ってます。曲終わりでサイちゃんがありがとうっていうのも可愛くて味わい深いです。それで次は札幌でもやった Before Yesterday です。これも私にとっては初です。もう満足以上です。この切ない感じなのにちゃんとハードロックですし、MV の光景が浮かんできてなんかモノクロームな感覚になりました。なぜか涙出そうになりました。次がマッチレスガムです。最近はよくやってくれてますので、会場もノリが分かって一体感が出ていい感じです。若干ヘドバン気味になってしまいました。次はダイスです。音が良かったからか CD 音源聞いてるような感じでした。
何度も同じこと言ってますが、手拍子ちゃんとシンガロングが確立しているのでめちゃくちゃ楽しめます。それでドラムソロつなぎとなるので曲終わりの歓声はなしでヘイトです。今回はギターバトルの時の後ろでのおふざけはあまりなかったですが、サイちゃんも小畑さんもめちゃくちゃ楽しそうにしているのがいいですね。もちろんミンチョもミサさんもあのバトルでニコニコしながらやるってすごいなと思います。それで最後の MC です。サイちゃんの熱いな小樽で始まります。会場の最前列の方たちを見て、すごいサイちゃんみたいに汗かいてるじゃんみたいに言ってまして、ライブハウスっていいよねって話になりました。アリーナとかゼップとかと違って、近くで顔を合わせられて嬉しいって言ってくれてました。で、小畑さんが初めての小樽だからねみたいなこと言ったら、急にサイちゃんが嬉しくなさそうな態度になって小畑さんを困らせます。で、小畑の愛が伝わらないぽーみたいな展開になって、小畑さんがサイちゃんにサイちゃん大好きぽーってやるのですが、すかさずサイちゃんが鉄鋼ですみたいに遮るというくだりはなかなか面白かったです。で、その時の遮るサイちゃんの手が綺麗なのが遠くからも分かったのですが、サイちゃんがスタートオーバーの時みたいに中指立ててやろうかみたいな感じになったので、小畑さんが全力でそれを止めるというおふざけありでした。で、瀬戸りの話になって、So What HGK Before Yesterday でサイちゃんが言った時に大歓声となって、ここでサイちゃんが Before Yesterday の時の歓声がすごかった。昔の曲も愛してくれてありがとうみたいに言ってくれます。それで Before Yesterday の MV の話になり、初めてシアトルに行った時の映像だということを言った時に、会場からシアトルから来ましたって声が上がりました。例の方ですね。で、10年やってきて100曲以上になっているので、横割りが大変だという話になりました。なんでもセットリストはサイちゃんが言うには詰め込んでみたとのことでした。めちゃくちゃ楽しみです。やる方は大変だと思いますが。で、小畑さんが来ない後悔はあっても来る後悔はないぽっていうことで、ぜひ迷っている方は帰宅するようにとのことでした。それでニューマーチの話になります。鏡 T 復活の話で、お名手様限定ということで、会場にお名手様の人って聞いたら、予想通りほぼ全員の手が上がるという感じでした。それでスリルの MV の T シャツの話になったのですが、ちゃんと顔も当時の顔で描かれているらしく、私も後で確認したら確かにそんな感じでした。細かいですね。サイちゃんが10年も経つと顔も変わるよって言ったら会場から綺麗になったって声が上がって満足そうでした。小畑さんのツインテールが長かったという話も出てましたね。確かにって感じです。で、小畑さんにも可愛いって声が上がります。で、各メンバーの T シャツの話になって、サイちゃんのはオリジナル新幹線に乗ってるとか、小畑さんのは白馬に乗ってるとか、あーちゃんはラーメン、ミサさんはウイスキー、ミンチョはコーヒーと、それぞれの好きなものだということです。で、サイちゃんデザインのものもあって、スマホホルダーで、白は汚れるのでやめて、黒と小畑とサイちゃんのバラの色ということで赤と青にしたらしいです。で、ニューマンチに関しては、サイちゃんがインスタで上げると言ってました。楽しみです。それでおまじないタイムとなるのですが、サイちゃんから大事な時間でしょうみたいに言われて、小畑さんがサイちゃんに認めてもらったって喜んでおまじないタイムが始まります。それで初めてのご帰宅の方に手を挙げてもらったら結構上がってました。やっぱり四国もそうでしたが、小樽ともなると待ってた方多かったみたいですね。確かに横割りでやるバンドが小樽ゴールドストーンでもやるってすごいです。で、萌え萌えキュンキュンが始まるのですが、後ろのメンバーはなんかコソコソしていて、サイちゃんが小畑さんから隠す感じになります。それでサイちゃんが怖い顔で小畑さんを睨む感じになって、みんなが声出さないと小畑が怒られる感じになるからと言って、みんな大声で萌え萌えキュンキュンってやり始めます。途中でハッピーバースデートゥーユーって会場も一緒に歌い始める感じになります。するとサイちゃんがそれを遮る感じで、萌え萌えって言ってって小畑さんに指令を出します。で、萌えしか言っちゃダメらしいということで、萌え萌えを繰り返します。するとミサさんが真ん中に出てきて、後ろを向いて、あーちゃんからシャンパンの萌えシャンドンをコップに注いでもらいます。萌え萌えで萌えということらしいです。それでまたみんなでハッピーバースデートゥーユーって歌う感じになります。で、最後のハッピーバースデートゥーユーでミサさんがコップのシャンパンを飲み干してみんなにありがとうってお礼をしてくれました。で、改めて萌え萌えキュンキュンを始めるのですが、なんとミサさんが萌え萌えって言って会場も萌え萌えって返す形になります。それに合わせてなぜか小畑さんにもシャンパンを注いで、小畑さんも飲み干す形になります。
小鳩さん曰く、久しぶりにステージ上でお酒を飲みました、ポットのことでした。で、ここからはミサミサとか、ハッピーバースデーとかになるのですが、もう最後はミサ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 を繰り返す形になって、最後の最後は、ハッピーバースデートゥーユーミサーで、ズッキュンバッキュンドッキュンの後は、ミサちゃん大好きっぽーでした。それで、萌え萌えキューンで最終セクションです。サイちゃんの強烈な煽りで始まったのはアフターライフでした。私的には大好きな曲ですので、もうノリノリでちゃんと手拍子はもちろん思いっきり手を振り上げました。小鳩さんのシャウトはなんとか目の前の背の高いご主人様の隙間から見ながら聞くことができました。次はフリーダムです。一気に会場は最高潮に上り詰めます。今回はあまりミンチョも小鳩さんもふざけなかったように思いますが、とにかく楽しそうに演奏してましたし、こっちも楽しくなります。サビでは今回もタオル回す人結構いましたが、私は手を回しました。次はモラトリアムです。ここでモラトリアムが来るともう声出す体力が限界でしたが、なんとか振り絞ります。やっぱりモラトリアムは声出す体力を根こそぎ祝いますよね。でも会場からはめっちゃ声出てましたので、最後はサイちゃんのありがとうももらえました。次はシンガロングから始まるエンドレスストーリーです。もういろいろ限界だったこともあってか、なんか軽いトランス状態になったような気がしました。最後のサイちゃんのありがとうも含めてこの曲が完成する感じがします。ゴールドストーンでこんな感じだと横割りだとどうなるんだろうとドキドキワクワクしましたね。それで最後はノーゴッドです。サイちゃんの次がラストだの全力の煽りでスタートです。もう残りカスの体力でジャンプして声出しました。最後はサイちゃんのありがとうオタルお前ら最高だで締めです。本当に最高でした。それでいつもはサイちゃんを早めに吐けるのに、今回は結構最後までステージに残っていて、何するのかなと見ていたら、なんとミサさんのビールをグビグビ飲んで、これからミサの誕生祝いみたいなことを言ってステージを後にしました。私的にはお給仕で初となる曲や久しぶりに聴けた曲が満載でもう大満足なお給仕でした。こうやってまとめると MC とかも長いのですが、なんか感覚的にはすごく短かったように思いました。楽しい時間はやっぱり早く過ぎるんですね。お給仕終わりですっかり夜になったゴールドストーンは綺麗でしたね。あと、このお給仕に超絶ハイクオリティのサイちゃんコスプレで有名なめめさんも帰宅されてましたね。本当にサイちゃんかと思うほどの完成度でした。これで10thアニバーサリーツアー最後の小箱でのお給仕となりましたので、堪能できて嬉しいとともに感慨深いものがあります。恒例のサイちゃんのポストは、小樽、昨夜はありがとう。ミサちゃん、お誕生日でした。お祝いできて楽しかったね。これからもよろしくね、ミサちゃん。あ、ご主人様、お嬢様。私は昨日の打ち上げでシャコをたくさん食べさせてもらいましたよ。幸せ、幸せ、めっちゃ幸せでした。小樽大好き、また遊ぼうね、でしたね。なんか楽しそうでいいですね。余談ですが、帰りの新千歳空港で JAL の東京行きのバゲージで大量のギターとスーツケースを預けている人たちがいまして、遠かったので確かではないのですが、そのうちの一人が鏡 T を着ていたと思われるので、多分晩目さんたちの荷物かなと思い、ちょっとドキドキしました。ということで、これでグランドファイナルの横有まで残すところ大阪ナンバーハッチと名古屋ダイヤモンドホールのみとなりました。なんとか両球児には帰宅できそうですので、10thアニバーサリーツアーを最後まで楽しみたいと思います。今回は以上です。それではまた次回。